こんにちは、川久保ジョイです。アーティストを、やっています。作品は、いろいろなジャンルをまたいでいますけれども、写真でしたり、映像とか、美術館とかギャラリーの壁を磨く、建築介入みたいなものだったり、もう少しコンセプチュアルなものも、カクテルとか香水とかもあったりして、割とオムニバスな感じでいろいろ雑多にやっています。で、テーマは割と自分の個人史と、あと、歴史的な出来事とか、ある特定な場所にまつわるエピソードだったり、大きい人類史とか世界史とか、もっと地球の歴史と個人の物語というのがどのように関わっていくかっていうことを割と、題材にしていることが多いです。あとはあと、遺伝子とか、例えば、原子力とか原発、原子力発電所とかっていったようなテーマも、多く取り扱っています。アートフォールはアーティストが20名から30名ぐらいが中心になって、ミーティングを定期的に、月に2回ぐらい行いながら、6月ぐらいには、政府に対して、要請書を出して署名を集めて、え文化政策とかアートの政策に対してこういう補助を出してほしいとか、このようにアーティストを参加させてほしいとかっていったような文章を作って、えーと、内閣官房と、文化庁を、財務省とか経済産業省とかいくつかの省庁に、5000名の署名とともに提出しました。で、それ以降は、例えばアーティストのためのアーティスト勉強会というか講座みたいなことを行って、います。で、個人的に今年はやっぱりコロナの問題で自分の制作が結構、うまく進まなくて、例えば、3月に予定していた助成金もらって映像作品を作るプロジェクトも一旦中止になって、いろんな、え損が出てしまったり、キャンセル、回収できない金額が出てしまったり、あとは横浜トリエンナーレの制作で必要な、タッコとか、材料とかが進まなくて、プロジェクトが全く、遂行できない中、その作品を発表しなきゃいけないというプレッシャーや困難とかもあって、結構大変な年ではあったんですけれども、そんな中、日本では、5月の上旬ぐらいにいろんなアーティストが、あのアーティストが集まって何か主張とか、アーティストユニオンを作るような動きみたいなものが盛んになっていって、ちょっと声かけていただいて参加するようになりました。それが、後にアートフォールっていう、これも仮の名前なのかもしれないですけど、に参加した、経緯です。ただ、僕に声かけてくれたアーティストの1人は、以前からそのアーティストのユニオンとか組合だったり、アーティスト同士が連携を持って、情報共有とか知識共有とか、意見を統一する必要性はあるっていうことで、2年前ぐらいから話していたので、今回声をかけてくれたんだと思うんですけれども、まず自分が認識している、アート業界のこういったようなコミュニティというか団体だったり集まりとか、そういう集合体とか、コレクティブとかも結構近年増えてきているんですけれども、アーティストコレクティブというよりもう少し広い、そのアーティスト同士が何らかの形で集まるというのでは、おそらく、昔からでいうと日本美術家連盟が多分1940年代ぐらいに立ち上がって戦後すぐ、ただ多分そこは割とその当時のアーティストが多かったので、今は多分年齢が少し高めで若い人たちはあんまり参加してなかったり知らないっていう方も多いと思うんですけれども、それ以外だと若い世代、僕らの世代とかですと、AG、アーティストギルドっていうところが
ありますね。そこは、僕は参加したことはないんですけれども、映像系の作家が多くて、映像、の機材をシェアしたり、会員制で、その会員の間で、自助グループというか、助け合って制作を、していくっていうようなグループで、多分、どれくらいなんですかね、15年とか、10年、15年、20年ぐらい前から今も現在続いていると思います。で、あとはもう少し、政治的な動きだと、去年、一昨年、2019年だったかな、愛知トリエンナーレの、助成金を文化庁が取り消すっていう問題があったときに、そこでリフリーダム愛知っていうおそらく団体なんだと思うんですけれども、が立ち上がって、それに対して抗議活動とか、えーえアクティビズムに近いような、形でいろんなアーティストとかアート関係者、キュレーターだったり、ジャーナリストとかそういったような当事者だけでない、もう少し幅広いアートの業界での、活動をしていったという経緯もあります。僕は個人的にはその2つは、参加はしていないんですけれども、特にリフリーダム愛知は僕は愛知トリエンナーレに参加してたわけでもなく海外にいたので、その情報がちょっとタイムラグがあったり、いまいちなんか自分が蚊帳の外というか、あんまり関係なかったり、そこでこう盛り上がってるんだけれども、なんだかよくわからなくて、なんか取り残された感じがあったり、自分はそこにはお呼びでないのかなっていう、なんとなくこう、意識とかがあって参加はしなかったです。けど、個人的にはその愛知の問題に対しては、その助成金取り消しっていうのは、ひどいことだと思ったので、個人的に愛知県知事に対して、もし取り下げをする場合は、告発、法律のいくつかの法律に基づいて告発しますっていうような手紙を個人的に、団体じゃなくて個人的に出す、作ったりしていました。今回、そのアート・フォー・オール、えその経緯というのはやっぱり、アーティストっていうのが、例えば、えっ、と、コンペとか、展覧会に参加するときに、フィーがとても低かったり、あるいは、条件が悪かったりするのに、受けざるを得ないような状況、すごい弱い立場であるということを認識していて、でそれは具体的には、例えばどういうことかっていうと、その時声かけてくれたのは、同じ、文化庁で海外在、海在外研修をすみません、経験してたアーティストなんですけれども、その後、在研のうち、海外文化庁の助成金で行った人たちの中から、ドマーニ展って展覧会に呼ばれることがあるんですけど、その時の条件が、例えば謝礼金、作品借用費が5万円だったりするんですけれども、5万円で展覧会1個するのって結構大変だなって思いつつ、断ることでそれを改善できるんだったら、その意義として断ることもできるのかと思いきや、そこは、向こうが依頼してくるんじゃなくて、興味あったら、じゃあエントリーしてくださいって言って、エントリーした20名の作家ぐらいから10名ぐらいが選ばれるということだったらしいんですけれども、そうすると自分が依頼されているのではなくて、なので断る権利はなくて、ただ単に自分がエントリーしなかったということになって、結局そこにはオークション制度というか競売にかけられていて、アーティスト同士が競い合って、価格を下げたり、その条件をより向こう側に有利な条件を、提案するっていう形で、やっぱりアーティストたち同士がそこで何らかの、談合なり団結をしない限り、その条件っていうのはデフレのように、弱い側で、買い手市場買い手市場じゃないか、売り手市場、どっちだろう、売り手市場か、になっている中で改善しないといけないっていうことが、2年、3年前からいろんなアーティスト同士で話し合ってて、コンペとかでもアーティスト同士が戦い合って、潰し合ってしまう。で、
競争っていうのは時にはいいものになるんですけれども、それが状況によっては、そのアーティスト同士が潰し合って、それを支える土壌がない場合だと、疲弊してアーティスト自体が育たなくなってしまう環境を生みうるリスクもあるので、現在は多分コロナも相まって、そっちのリスクの方が高くなってきちゃっているっていうふうに認識しています。コロナ禍において、まあ、音楽とか映画とか演劇とかからはいろんな、声が上がってきてるんですけれども、美術からは全然声が上がってきてないということで、実際どうですかっていうことで、その方、まあ、その方はあの文化庁の方なんですけれども、すごい気にしてくださって、聞いてくださってたときに、まあ、僕はイギリスだったので、まあ、僕はちょっと日本の制度はあんまりよくわからないんですけど、まあ、イギリスではこういう制度があって、で、まあ、今回コロナ禍においては、まあ、2011年の大震災に次いで日本が価値観を転換する良いチャンスだと思うんですけれども、まあ、311の時全く、311以降、全くそれが生かされず続いている日本を見ると、まあ、これのコロナをきっかけに日本が変わるとはあまり希望を持っていないですっていう話をしたら、それに対してお返事があって、いや、物事を動かす希望というのは、待って希望を抱くんじゃなくて、自分から動かないと希望っていうのは変わらないっていうことを言われて、あ、そっかと思って、そこはすごい個人的には、あの、衝撃というか考えさせられるところで、ともう一つは別のアーティストの方が、アーティストトークで、僕も参加してたアーティストトークなんですけれども、その時に彼が言ってたのが、えっと、そのデモクラシー、まあ、民主主義の中では、何も発言しないっていうことは存在しないのと同じである、無である。っていうふうに言ってたんですよね。で、まあ、その2つの言葉を同じ5月ぐらいの時期に僕は聞いて、そっか、自分がいろいろ国とか、まあ、いろんな制度とか美術のことを思って考えているけど、何も発言もしなかったり、行動もしなかったりしたら、自分は存在しないのと同じなのか、民主主義においてはって感じたのと、あとやっぱり希望を持てるためには、なんかそれを社会に薄い希望を託して期待するのではなくて、自分が動かない限り何も起こらないのかって思って、個人的には、あの、すごい考えさせられて、そこでちょっとした覚悟というか、なんか、じゃあ、やっぱり、動いた方がいいんだろうなって思って、それをきっかけに僕は、そのアーティストのミーティングとかに積極的に参加するようになりました。で、ミッションとしては、アーティストのコミュニティを作っていくことが一つ、例えばありまして、その場合だと、こういった勉強会を作って、例えば、助成金の出し方だったり、あるいは、助成金の申請の仕方か、あるいは、例えば、お金の関係でいうと、その、確定申告とか、あるいはどういうお金のやりくりをやってプロジェクトをしているのかとか、その他そういったようなアーティストのノウハウとかっていうもののとか、助成金の情報のシェアとか、あるいは海外進出するためにはどうやったらいいのかとか、そういったようなものを、シェアできて、ネットワーク同士で話し合えるための、基盤を作っていくのが一つのミッションだと思っています。例えば賃金がすごい安かったり、あるいはキャンセルになったらお金は支払われないとか、あと何か事故があったりしたときに保険が適用入ってないから、労災も下りないし、まあ、すべてフリーランスだから全部が自分が損として被らなくちゃいけないとか、そういう保証されていない状況だったり、その中で発生し得る、例えばハラスメントだったり、もちろんそれはセクハラだったり、パワハラとか、赤ハラとかっていうような、こう、アートの現場ではよく生じてしまっている労働の環境の悪さによる、なんていうんだろう、悪い出来事っていうものに対して、まあ、法的な相談だったり、あるいは、まあ、書き込み寺的な存在であったり、まあ、例えばその給与のガイドラインを自分たちで他の国とかと共に、
のところから学んで、ある程度のキャリアだったら、1回の展覧会はこれぐらいのフィーが必要ですとか、1回の、えーっと講義とか、あるいは、教員として参加する場合は、これぐらいの日当とか時給がふさわしいというようなガイドラインを作って、美術館とかギャラリーとか、そういったようなところにそれを、相談したりできるような、まあ、団体的、アート業界の中での団体的機能も、参加者を多く集めて作れればいいかなっていうのも一つです。多くの人がみんなボランティアでやっているし、まあ、文章制作とか議事録とかいろんな作業が発生して、そうすると自分たちが自分たちを搾取してしまう、やりがい搾取みたいなブラック企業家をなんかその労働環境を良くしたいのに自分たちが自分たちの環境を悪くしてしまうっていうこともあったりするので、それを改善するためにまず助成金に今応募したりして、その資金でまあやっぱり無償で働くっていうことは避けようっていうことだったり、でもやっぱりそういう状態は発生してしまったり、あともう一つの矛盾というか内部葛藤としては、ハラスメントの問題とかっていうものを扱いたいんだけれども、これだけ人数が、まあ、大きい範囲でいうと30人、40人、50人とか、まあ、緩やかにネットワークの幅はあるんですけれども、その中でやっぱり当事者とか、ハラスメント、過去のハラスメントの当事者の、まあ、加害者側だったり、被害者側だったりっていうような、人が、あの一緒に同じ団体に、同じ団体とか同じようなプラットフォームとかネットワークとかに参加してしまうということが一つありまして、でまあ、これはすごい難しいので、かといってそこでとらわれて、何も動けなくなって、それに関して発言できないということも避けたいと思ったりするので、ちょっとそういったような一枚岩ではない葛藤というものをすごく多く、とても多く内在させている団体というか緩やかな集まりだと思うんですよね、ネットワークというか。多分過去の80年代とか70年代にあった労働組合とか、もう少しアーティスユニオンとかっていうものっての、一番の拠り所っていうのは、同質性というか、均質性だったんだと思うんですよね。同じ、会社の労働者であって、企業に対して自分たちの賃金を上げてほしいとか、環境を変えてほしいっていう同じ利害の中で一致したものが強くあったから団結して運動もできたものが、今回のそのアートフォールというのはそれぞれ立場も違うし、制作のスタイルも価値観も違うっていうアート業界自体がすごい多様な、性質を持っている中で、それをどのようにして進めていくかっていうものが、ある意味では社会的実験に近くて、本当にいろんな人に参加してもらって、僕も参加したりして、学んでいく良い機会だと思いますし、なんか一緒に、長い時間をかけて、育てていくものかなとは思っています。それで、もう一つの柱としては、もう少し大きいアート業界と社会との接点っていうことに関して、例えば、文化の、予算、日本の国家予算に対して、例えば目標を1%、その文化予算を1%に引き上げてほしいっていう主張とか、あるいは文化庁を文化省に引き上げてもらうことによって、その文化に対する女性だったり、えーと、文化、美術を含めた映画、演劇、そういったような文化的な、国の活動がより活性化して、より価値のあるものになるために働きかけていきたいというものも一つにはあります。やっぱり美術業界自体がそのマーケットのお金も、行政とかのお金も少ないということもありますので、そういったような部分に対する働きかけとして、ロビーイング活動も今後は目指していきたいと思っているんですよね。で、その中で例えば議員に働きかけないといけない部分も出てくると思いますし、
国家予算の 1% ってなった時には、まあ、現在は 0.1% 以下なんですけれども、それ10倍になるということなんですけれども、それのためには、社会の理解も必要ですし、そういう意味ではアートとか文化とかっていうものはどういうような価値があるかっていうのを一般の市民の方々にも、理解してもらうために、コミュニケーションを作っていかなくちゃいけないですよね。そのアーティストたちとかアート業界内部だけではなく、多くの人たちがアートを楽しめるっていうことを、あるいはその人生にとってそれはとても生きがいを生むものであって価値のあるものなんだっていうことを認識してもらうための活動とかキャンペーンとか、まあ、ある意味でCM みたいなものをその普及活動をしなきゃいけないっていう部分も一つの柱としてないと、おそらく今後のその文化予算とか、そういったような事業を、アートとしてやっていく、ためには、必要なんじゃないかなって思っています。主にこういったような勉強会とか、まあ、月に2回ぐらい集まっていろんなことを、まあ、事務的な話もあれば、もうちょっと中期的、長期的なことで、ああだこうだで言ったりして、なかなか意見はまとまらないんですけども、いろんな人とかいろんな立場とかいろんなアーティストがいるので、でもやっぱりそういう、そもそも対話自体、対話というか、その複数の、議論っていうもの自体が行われることがすごい大事だという認識の方が多いと思いますので、なんかこうしたような勉強会の運営とか作っていくところも勉強会にただ参加してもらうのでもいいですし、まあ、今後は例えば会員制にしてちょっと資金を集めていくことも考えてたり、まあ、それも賛否両論あるので、まあ、いろんな人が参加してやっぱり多くの美術、まあ、今を生きる美術関係者、それはアーティストだけでなく、例えば設営をしている人とか記録撮影をしている人とか、まあ、フリーランスでキュレーターをしている人とか批評家とか、なんか所属を持たずにフリーでやってる人の多くに、まあ、ギャラリストもいいと思うんですけれども、参加してもらって、もっとアート業界を活性化して、より良い環境が、より良い作品を生むと思いますね。環境が良くなっていくために、いろんな意見を出し合って、勉強会をしたり、情報を共有できるプラットフォームを作ったり、あとまあ普通にただ、飲んだり話したりできる、まあ、今度来週忘年会あるんですけれども、違う、それはこれ収録してるときはもう過ぎてるんだ。まあ、今後の活動もいろいろありますので、興味のある方は、今後の情報については、ツイッターでこちらのツイッターアカウントを、フォローしてみてください。で、参加されたいっていう方、興味のある方は、ぜひ、こちらのメールアドレスにご連絡ください。参加者大募集です。よろしくお願いします。